皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのシルバーラメを使って4月誕生石のダイヤモンドをイメージしたキラキラネイルをやっていきます。ポリッシュには見えない輝きのデザインです。それではスタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。まずはキャンメイクの N29 番を使います。N29 番を中指以外に塗っていきます。乳白色はどのカラーとも相性がいいので、ベースカラーに悩んだ時はこちらを使うことが多いです。ロム&の乳白色ハードナーやジーニッシュのネイルプロテクターのような色付きベースコートをお持ちの方は、ベースコートとこちらの N29 番の代わりにそちらを使っても OK です。色付きベースコートの場合はベースとカラーが1回で済むので、乾くのも早く時短になります。塗り始めてから色付きベースにすればよかったと気づきました。中指にはネイルホリックの SV072D を塗ります。細かいシルバーラメで一度塗りで少し実目が透ける発色です。こういうシルバーってありそうであまりない気がします。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま SV072D を使います。SV072D を親指の爪先に重ねていきます。爪先半分手前くらいまで塗ったら、ハケについている液を落として中間あたりは薄く散らすように塗っていきます。こうすることで境目が自然に見えるので、より綺麗なグラデーションに仕上がります。こんな感じ。中指以外の他の指も同じように爪先に重ねていきます。このシルバーは今回初めてデザインに使ってみたのですが、微細なラメがすごく綺麗で、今回のようなグラデーションもやりやすいです。派手すぎないから割と普段使いしやすいラメだと思います。ダイヤモンドっぽいきらめきをどう表現しようかすごく悩んだのですが、こちらのシルバーをベースに他のラメを重ねるだけで想像以上に綺麗な輝きでした。小指のような小さい爪はハケの側面を使うと塗りやすいです。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。この時点で爪先の透けが気になる場合は、ハケの両面をさっとしごいて余分な液を落としてから爪先だけに薄く重ねてください。重ねたら2分くらい乾かしてください。チフレの003番を使います。ハケをしっかりしごいてボトルの口部分からラメを取ったら、先ほどシルバーを塗った部分に重ねていきます。ネイルホリックのシルバーよりも少し深めに重ねます。少し大粒のラメが入ったカラーなので、大粒ラメは1箇所に固まりすぎないように意識して重ねてください。ボトルの口で液を落としておくことで薄塗りになるので、こんな感じで重ねても乾くのが早いです。ある程度塗れたら細かいラメだけがハケについた状態で中間あたりに散らしていきます。細かいラメだけのせることでより綺麗なグラデーションになります。こんな感じ。他の指も同じように爪先に重ねていきます。ラメグラデーションをやるときは、先端の方はラメの密度を高めに、中間あたりは密度が低くなるように塗ると自然なグラデーションに仕上がります。他のラメで塗るときも密度を意識して塗ってみてくださいね。チフレのラメはシルバーの中にオーロラに光るラメも入っているので、角度によってブルーや緑に光って本当に綺麗です。チフレを重ねたら一気に華やかになりましたよね。これだけでもすでに可愛いんですが、もう一色重ねてさらにゴージャスにしていきます。ダイヤモンドはやっぱりキラッキラにしないとですよね。中指は全体に重ねます。大粒のラメがうまくついてくれない場合は、大粒ラメだけ爪楊枝でキャッチしてつけるようにするといいですよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの SV041R を使います。
ハケをしっかりしごいて余分な液を落としてから親指の爪先に重ねていきます。こちらは乱切りのシルバーフレークが入ったカラー。ハケが短めなのでフレークをキャッチしやすいです。フレークを足したい場合はキッチンペーパーに出してからフレークを爪楊枝でキャッチして足したい部分につけていきます。一箇所に固まりすぎないように意識しながら全体にまんべんなくつけてください。こんな感じ。他の指も同じように爪先に重ねていきます。厚塗りが気になる方はハケで塗らずにこんな感じで最初から爪楊枝を使ってもいいですよ。一つずつ爪楊枝を使ってつけると乾燥時間は短縮できますが、フレークをつけるのに時間がかかってしまうのでご自分に合った方で塗ってみてください。大きいフレークは爪の端の方につけてしまうと浮きやすいので、端の方には小さめのフレークをつけて、大きいフレークは爪の中央寄りにつけるようにしてください。中指は全体に重ねます。全体がラメだとギラッギラで可愛いですよね。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。仕上げのトップコートもリビルドコートを使います。ツヤの持続が本当に良くて最近のお気に入りです。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ダイヤモンドネイルの完成です。ラメを重ねていくだけだからすごく簡単ですよね。ギラッギラで華やかなデザインなのでフットネイルにもぴったりだと思います。使用したものをまとめます。両手揃うとこんな感じ。右手は薬指を全面ラメにしました。3種類のラメの輝きが本当に綺麗で何度も手元を見てしまいます。ダイヤモンドっぽさをどう表現しようか悩みましたが、個人的には大満足な仕上がりです。この輝きがポリッシュで作れるのすごくないですか？本当に綺麗なので皆さんもぜひお試しください。次回はダイソーのネモフィラグリッターを使ったデザインをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。